おはようございます。こんにちは、こんばんは。日本ラジオへようこそ。今日は5月20日木曜日です。私のラジオを聞きに来てくださってありがとうございます。このラジオは日本語を勉強している人のために、いろんな日本のことや日本語とスペイン語の違い、日本とアルゼンチンの違いなど、私が日々感じることや思うことを日本語でお話ししていきたいと思います。お仕事、学校に行くときや料理をしながら、お風呂に入りながら、または寝る前なんかにのんびり聞いてください。今日は第1回目なので少し私についてお話ししたいと思います。私は日本人で、今アルゼンチンで日本語を教えています。そしてスペイン語を勉強中です。出身は京都です。京都で生まれて、小学生になった時大阪に引っ越して、中学生になる前にまた京都に戻って、その後高校生からは奈良で10年くらい生活をしていました。こういうことを言うとね、賢い人は私の年齢を計算しようとするかもしれませんが、ダメですよ。はい、こんな風に私は人生で関西を出たことがないコテコテの関西人です。初めて関西を出て住んだのがアルゼンチンです。ということで、関西出身なので普段は関西弁で話しますが、日本語を教えるときは東京アクセント、標準語で話します。そうじゃないとね、生徒さんに正しい基本としての日本語をお教えできないのでね。それでも時々関西弁が出てしまう時があって、例えば生徒さんに言葉をリピートしてもらうときに、おはようと言わないといけないところを、おはようみたいに関西のイントネーションが思わず出てしまったことが何度かあります。私のクラスにいた皆さん、よく間違えてごめんね。またこれから関西弁でのラジオもしていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。では今日のタイトル、ぼちぼちとです。ぼちぼちって言葉聞いたことありますか？初めて聞いたという人もいると思いますが、日本語を勉強している人ならなんとなく大体これがオノマトペ、擬音語、擬態語だとわかるんじゃないでしょうか。日本語のオノマトペは他の言語に比べてとっても種類が多いんですよね。なので日本語を勉強する人にとって日本語のオノマトペは多分すごく難しくて不思議で、でも面白い、そんな表現じゃないでしょうか。物事の状態や音を言葉で表す、これがオノマトペです。ドアをノックする音はコンコンやトントン。星はキラキラ光る。漫画でよく使われるドンやバン。犬の鳴き声はワンワン。猫はニャーニャー。これも全部オノマトペです。ではタイトルのぼちぼち、これどんな意味だと思いますか？これはなかなか意味が想像しにくいかもしれません。ぼちぼちの意味はいくつかあるんですが、その中からよく使う2つを紹介します。まず1つ目、ちょっと例です。聞いてどんな意味か考えてみてください。皆さん準備はできましたか？じゃあぼちぼち始めましょうか。
今日は時間があるから会社までぼちぼち歩いていこう。はい、どうですか？どんな意味か想像できましたか？ぼちぼちはそろそろ、ゆっくり、のんびりという意味です。スペイン語のポコアポコと同じような意味ですね。次に2つ目の意味です。例えば会社で、寒くなりましたね。もうぼちぼち冬ですね。そうですね。ぼちぼち11月ですからね。ねえ田中くん、会議10時からでしょ？もう9時半だよ。ぼちぼち準備しないと間に合わないよ。もう11時半だ。ぼちぼちお昼だね。今日どこにご飯食べに行く？こんな風に使います。どうですか？意味が想像できましたか？ぼちぼち、2つ目は、あることに近くなる、近づくという意味があります。もうすぐ冬になる、もうすぐ昼になる、もうすぐ5時になる。こういう時によく使います。このぼちぼちはもちろん日本中どこでも使いますが、関西では特によく使われるんです。関西弁としてのこのぼちぼちはいろんなニュアンスがあって、また特別な意味で使うんです。例えば人に調子はどう？元気？と聞くとき、関西弁では調子どないなん？とか調子どうなん？調子ええ？というのですが、この返事としてまあぼちぼちでんなとかぼちぼちやなと答えることが多いです。これはまあまあです、そこそこですという意味になります。他に、例えば友達が何かを心配していたり、焦っていたり、困っていたり、疲れていたりするとき、最近仕事が多すぎて本当忙しい。関西弁では、最近仕事多すぎてほんま忙しいわ。この友達にかける言葉として、そっか、まあ少しずつね。あまり無理をしないでね。これを関西弁では、そうか、まあぼちぼちな。あんま無理せんときや。と言うんです。誰かを励ますときや、落ち着いて、心配しないで、少しずつね、と言いたいときにも、関西人はよく、ぼちぼちを使うんです。でもこの言い方、今では関西だけじゃなくて、日本中いろんなとこで使われるようになりました。時々ドラマのセリフなんかでも耳にします。このラジオを聞いているあなた、日本語の勉強はどうですか？ひらがなにカタカナに漢字に覚えることが多すぎる。今はが、それともお、それともは、助詞の違いがわからないとか、入る、入れる、出す、出る、どっちとか、もっと勉強したいのに時間がない、コロナで日本語教室に行けないとか、あなたの今の状況や環境によって難しいことが多くて、時々もう日本語の勉強が嫌になるかもしれませんが、ぼちぼちです。ポコはポコです。あなたがこれまで頑張ってきたこと、絶対にあなたの力になってますから、少し肩の力を抜いて深呼吸をしましょう。毎日いろんなことがあるけど、今日も元気でありがたいなぁ。
という感謝の心でぼちぼちと一緒に頑張りましょう。ぼちぼちといきましょう。関西弁でまあぼちぼち行こや。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また遊びに来てくださいね。では、nos vemos。ほなまたね。